はい、こんにちは、どうも。じゃあ、はい、月刊オーバードーズ、またやってまいりました。前回、ハリー・ポッターの偽物って言ったんですけどね、今回からアナーポッターに変わりましたので、何を言ってんだお前って思う人は、前回のね、動画の方を見てください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、ヨウさん、今日の紹介する商品はどれでしょうか。今日はアジャスタブルアルミリアサスアームを、紹介させてもらいます。これパッと見サスアームに見えないってよく言われるんですけど、あ、これ？はい。これがですね、結構今回これに関してはいろいろ盛り込んだんですけど、これ全部で部品4つあるんですよ。4つもあるのこれ？はい。でまずこのメインのここにアップライトがつくんですけど、メインのこの部品ですね。でプラスこれとこれが別体なんですね。これネジで止まってますけど、左右違う別体なんだ。これ別体なんです。でプラスこのショックのマウント、これも別パーツになってます。あ、これも別なんだ。はい。これ全部で4つの部品。これ4つってことは結構工数多いね。多いですね。まあまあ高いんですけどこれ高いよね。でもまあその分手間もね時間もかかっちゃってるんで、まあそこはちょっとご了承いただきたいなと思うんですけど、この分けた理由とかは？そうですね。でまず一つは、この前後の、この部品ですね。でこれがこのうち得意のこのステップアジャストってやつなんですけど、このギザギザあ、見えました見えました。ギザギザね。そうなのかな。これで、位置が決まるようになってます。でこのギザギザが1ミリ刻み1ミリピッチで、ギザがついてます。なのでこれを1コマずつ変えることで、アームの長さが、変えられるようになってます。1ミリ刻みね。一番長い状態で、ガルムのノーマルと同じ長さになってます。53ミリだったかな、確かそのぐらいだったと。そこから11ミリ短くできるようになってます。なので調整幅としてはだいぶ大きいね。11ミリがかなり、そうですね。だいぶショートアームにもできると思います。もう一つはこのショックのマウントですね。ここにショックがつくんですけど、でこれが穴3つ開いてるんですけど、でこれが取り付け穴がここにこう要はボコボコボコっとこうだるま穴になってるんですけど、これ僕得意なやつですけど、こっちの穴ピッチとこっちの穴ピッチずらしてあるんですよね。でどうしても加工上ですね、この M3 の穴、ネジ穴のピッチがまあ4ミリがまあいいとこかなっていう感じなんですね。これ以上近いと穴がつながっちゃったりとか、壁が破れちゃったりとかするんですけど、4ミリピッチでしか調整ができない取り付け位置がってなるんですけど、今度こっち側のだるま穴、これが2ミリのピッチになってるので、なので例えばこの一番外の穴と真ん中の穴の間に行きたいよっていう場合は、今度これ全体の取り付け位置を一つ穴ずらしてもらえれば、この間が狙えるっていう感じになってますね。これでより細かくワイドにショックの取り付け位置が調整できるようになってます。あとはここの、今このアームのど真ん中にこの穴が来るようになってるんですけど、これをここに例えば取り付ける時にスペーサーをかましてやるとか、そうするとこの位置が変えられたりするので、下げれたり上げれたりというやつね。こう使っているものをこれを今度上側につけることももちろんできるので、上げることもできます。めっちゃ軽いっす。そうですね。でこれ前回のタイプ2の時と、タイプ2の時もあったんですけど、その時は結構しっかりめに作ったので、重量が結構重かったんですね。でそれをちょっと嫌がるお客さんも多かったので、軽くしてほしいって、なので今回はもう頑張って軽くしました。いや本当軽いなと思ってね。そうですね。見た目も結構ねごついんで重いかなって思えるんですけど、結構ね軽いんですよ。ちょっと驚きました。よそのねこういうアルミのアームのメーカーさんのやつがあるんですけど、あれ結構重いからね。そうですね。それに比べて全然軽いですこれ。そうですね。でその辺もこう見た時にね割とこうスリムにしてるっていうのももちろんあるんですけど、例えばここの厚さ
このアップライト側の、こっちってサスピンが 2.6mm でうちの 2.6mm なんですけど、まあ割と薄く、細いピンなので、それに合わせてここの厚さも落としてるんです、なのでここにこう段差があるんですけど、これでこの部分を軽量化してみて、実はここもだから肉抜きされてるんですよ。まあじゃあ本当にギリギリを攻めたんですね。そうですね、だいぶやってますね、あとここの幅もね狭くしてあるんですよ。ここも、ノーマルだと長さが 25mm のサスピンなんですけど、それを 22mm のサスピンに変えて、この幅も狭くしてます。それで軽くしてあります、ね。こだわったっていうことですよね。そうですね。でそれともう一つ大きい特徴は、まだ特徴あるんですか？僕が勝手に名前つけちゃってるんですけど、トレーリングアングルっていうのがつけられるようになってるんですね。でこれ従来のタイプ2の時にもあったんですけど、今回より使いやすくするために、これ今トレーリングアングル3度ついた状態なんですけど、すごいついてるねこれ。トレーリングアングルって何ぞやってなるんですけど、まあ簡単に言うとこの内側のサスピンが前に向かってこれがこう開いてる。そうですよね。これを僕が勝手にトレーリングアングルって呼んでるんですけど、まあトレーリングアングルって本来はトレーリングアーム式のサスペンションにつけられてる、つけられてる部分で、それをそういうふうにトレーリングアングルって呼んでるんですけど、だからこういう WC ボーンのサスペンションにトレーリングアングルってなんだよっていうふうになると思うんですけど、まあ車軸に外側のサスピンの位置、まあ車軸に対して垂直ではなく、まあ角度がついてるっていう部分については同じような意味合いというか、なので、まあ、そういうふうに呼ばせてもらってるんですけど、この前後のこの部品が別個で動かせるので、そうですね。で位置を前後で変えてもらうことで、このトレーリングアングルがつけられるようになってます。前後で位置変えれるじゃないですか、位置を。これって摩擦とかっていう。それは、ここのサスピンが入る部分、まあ従来であればただの穴なんですけど、ここにピボットボールを使ってます。あ、そうなんだ。どうやってやってるのかなって一瞬思ってね。これわかるかな。ここにピボットボールが入るように。なるほど、そこでね。でくるくる動くんだ。そうですね。ここでサスアームとサスピンの角度を吸収するようになってます。一瞬どうやってやるのかなと思ってさ。そういう意味では今回はちょっとそのね、ここでサスピンを固定するっていうのはちょっとできなくなっちゃってるんですけど、でもピボットボールを使うことで角度を吸収できるようにはなってます。でトレーリングアングルをつけた状態で長さももちろん変えられるので、そこは使いやすくできてるかなと思いますね。要はここでこう角度がついてここでこうしてるってこと？ナックでやってるんだったっけ？どっちだったっけ？今回これはもうここがこう角度がついてるので、前後でサスマウントの長さが違ってますね。こっちのサスピンの角度と外側のアップライトのサスピンの角度が平行ではなくなってるっていうことですね。なるほどなるほど。トレアンつけてまあ僕トレアンって呼んじゃってるんですけど、これ外に開いてパッと見トーアウトがついてるように見えるじゃないですか。見えますよね。トレーリングアングルってトーアウトなんですかっていう質問をたまに受けるんですけど、それはちょっと違うですね。サスピンが開いてるからトーアウトっぽく見えるんですけど、タイヤにはトーついてないんですよ。タイヤは、いわゆるこの状態だとトーゼロの状態になってるので、単純にトーアウトをつけてるわけではなく、サスピンを開いてるっていうことですね。確かね、こういう風にしてこれをこういう角度で持ってきてここナックでこう調整するとかもやってましたよね。そうですね。もうできるんですよね。そうですね。そうすると踏ん張りがまた変わってきますのでね。そうですね。で、トレーリングアングルをまた復活させたような感じなんですけど、これ思いついたのは四駆の時代に、四駆ってどうしてもアンダーが出やすかったりとかしてたので、よりこう旋回させやすく、アクセルオンで旋回させやすくするために思いついたんですね。でそれなりの効果は出たんですけど、でそれが肉になった時に、ちょっと旋回はもちろんしやすいんだけど、縦方向のトラクション、いわゆるトラクション性能っていうのは若干下がる方向だったんです。コーナリングスピードは速いけど、まっすぐ向いてからの立ち上がりがちょっと遅かったりしてたんですけど、
でそれで一時トレランを使わなくなってたんですが、最近になって、こういうふうにリアモーターだったりとか、こうハイマウント、でよりトラクションが稼ぎやすいレイアウト、モーターレイアウトにそうですよね、なってきたので、でここでまたトレーリングアングル復活じゃないかなと思って、でまた使い始めた感じなんですけど、でトラクションがどうしてもかかると縦方向には行くんだけど、今度横に出づらかったりとか、出たら出たりで今度唐突な動きになったりとかっていうのがあったので、でそれをトレーリングアングルを使ってこうよりスムーズに旋回させる、縦横のバランスをこううまくこう使い分けてあげる感じでまた復活させました。これはずっと僕が昔からやってますよねやってたんですけどもうトレーリングアングル好きだよねってよく言われるんですけど、これもこういうトラクションがかけやすいモーターレイアウトなので、例えば飛ばした後のアクセルオンで後ろをギュッとこう沈めてフリップさせて止めるみたいなのとかもやりやすくなるんで、でそれがこう止めてギュッて前に出るんではなく、横にギュッとこう粘ったまま旋回してくれるような、踏んでいける形ですかね。じゃあ今のそのコンペとかで見てても、やっぱり握っていく方向じゃないですか。そうですね。横向けて、そっちを考えると方向性としては全然ありっていう感じですかね。だと思います。そういう意味ではなんだろう、トラクションを稼ぎながら綺麗に旋回もさせられるっていう部分ですよね。WC モンの車でもね、トレアンとは呼んでないですけど、実車もねこう取り付け位置がマルチリンクなんかもそうですし、WC モンも取り付け位置が違ったりもしてるので、似たようなね効果なのかなと。違うもんね。そうなんですね。割とね開いたりもする車多かったりとかするんで。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。